はい、獅子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は7月18日の新月から8月2日満月までの2週間をタロットで見てみたいと思います。よろしくお願いします。この時期に気をつけるちょっと星の動きを先に補足しておきたいんですが、7月18日新月なんですね。で、この新月が蟹座で起こるんですけども、獅子座の皆さんにとってはちょっと見えないところで起こるので、特に感じないっていう方もいらっしゃるかもしれません。ただその後の7月23日以降、獅子座に入ってくるので、太陽がもう獅子座さんの光がわーっと舞い上がるみたいな、そんな感じになってくるんですね。ですからこうまるで夜が明けてこう光が差して明るくなるみたいな感じとか、こうどんどん水を得てこうぐーっと伸びていくこう植物のような感じとか、何か自分自身の価値とか喜びとかエネルギーバイタリティ自体がぐわーっと大きくなると思っておいてください。でちょっと戻りますが、さっきの7月18日の新月っていうのはちょっと分かりにくくはあるんですが、ただこの蟹座で起こる新月っていうのはすごく感情に忠実に反応するというか、特にちょっと見えないスピリチュアルなエネルギーとかを感じやすい時だったりするので、ご自身が今置かれている状況の中で何を感じているかっていうことをすごくキャッチして、でそれによって真実の願いをし、それが23日以降わーっと盛り上がってくるみたいな流れだと思っておいてください。もう一つ、7月23日から金星というね、華やかさとか価値とか社交性っていうものが獅子座で逆行するものですから、獅子座の皆さん今モテ期に入っていて、自分に価値を置くよとか楽しくなるよとか綺麗になるよとかね、何かそういういい傾向にある時なんですが、一瞬ちょっと逆行すると、あれ私今までこれ大事だと思ってたのになんか違う気がするとか、自分の価値をちょっと疑ってみたりとかしやすくなるので、それだけ注意してください。9月4日までこの逆行続きます。でもそんなに別に逆行何もなかったですけどという方もいらっしゃるので、そんなに怖がる必要はないんですが、特にお金のことや愛情に関しては誤解が生まれやすいので、最初にきっちりと確認してからお仕事スタートさせるとか、恋愛に関してはね、確認しにくいものなので、感覚っていうものはそこはしっかりと信じきるっていうようにしてください。ということで、それを踏まえてカードを見ていきます。はい、また一緒に見てみましょう。お誕生日を迎える方もね出てきますもんね。ソードの2、そしてワンド3逆、太陽、お月さん、カップナイト、はい、ページソード、カップ8の逆です。気をつけることは死神とカップキングとオラクルははい、ラバーズ逆ということで、逆位置ですけど、なんだかすごく愛情にあふれている感じがしますね。愛情があるみたいな。本当に恋愛に限らずなんですけどね。なんかこう気に入ってる人と関わりが多いとか、なんかこう好きな人ができたりとか、なんだかとてもなんかドキドキするっていうかワクワクするみたいな、そんな感じがあります。今この動画を見てるこの瞬間はまだかもしれませんよ。入り口はまだソードの2なので、まだ心閉じてるみたいな感じとか、なんか気持ち盛り上がらないなみたいな感じかもしれません。でもこれはね、前も言ったかもしれないんですけど、お誕生日前っていうのは少し心がクローズしそうななんだかなと思いやすい時ですし、時期的にもちょっとムシムシしてたりとか体調崩しやすい時なんですが、でもやっぱり夏になってカラッとしてきたり、23日を過ぎたらやっぱ急にねガーンって元気になるって感じはしますね。もうそれは配達されていますみたいな感じがあり、もうその要因っていうのは皆さんの元に届いてませんかみたいな、そんな感じがあります。とってもなんかちょっと嬉しかったとか、なんかやっとなんか回復に向かっていくとか、いい傾向が見られるみたいな、なんかそういういい知らせがすでにあったんじゃないかなと思います。ですので感情や体調の疲れとかはちょっと引きずったりとかね、過去のものを引きずりやすいんですが、今この瞬間に意識を向けたらものすごく恩恵がもう届いてませんかみたいな感じです。そして
ちょうどお誕生日別に7月に誕生日じゃない方もね、別にじゃあ誕生日8月なんですけどそれまでないですかってそんなことはなく、皆さんにちゃんと7月23日以降光が届くよっていうのがあります。でも何かしら心配なことがあるんでしょうね。どうだろうかみたいな、ちょっと心配なことがありますが、これは私の中ではもうすでに届いているこの新しい光というか恩恵の方に目を向けてみたら、自然とこの光の中でかき消されて見えなくなるものありませんかみたいな、もうそれで見えなくなったものはいらないってことですよねみたいな感じがあり、こう全てを引き連れていこうとか何かを全部持っていこうっていうのはちょっと難しいので、一つ終了させてもいいんですよみたいな感じがあります。でなので心配事っていうのは誰かからの声かけや提案や誰かの言葉だったり誰かの行動によって、それは一気に解消されるっていう感じがあるんですね。で決してそれが今不安なことが決して現実になるわけではないと。で運勢的にもうこれ明るい道につながってる道なんだっていうのがありますので、逆位置でももうなんかそれすでに届いてる感じがするんですよね。なのでちょっとこうゆっくりして深呼吸して周りを見渡してみるとか今を感じてみたら届いてたみたいなのがあるのかなって感じがあり、でそれに対してこう誰かと一緒にこう会話をしたりこう話をしたりとかしてそれぞれの感性を高めていくみたいな、なのでこれがその嬉しいこととして誰かが嬉しいことを言われたり誰かとの関係がいいものだったりっていう感じがします。ただその後にページの騒動が出ていて少し心がまた疑いたくなったりとか、一見どうしようみたいな、ちょっと昔の気になってたことをどうしようみたいな感じがあるんですけど、それもすぐに解消する感じがします。最終的にやっぱりカップの8の逆なので本当の喜びの方にシフトしていきますよねっていうふうに言われてるんですね。ちょっとこのソードのページ見てみます。ワンド10、頑張りすぎ注意ですね。エンペラー、ソードエース逆ということで、おそらく獅子座の皆さんってすごく正義感が強かったりとか頼られると頑張っちゃうみたいなところもあると思うんですけど、これから出てくる人とか関わる人との話し合いの中とか何かこうねいいお誘いがあった時に「分かりました頑張ります」みたいな形ですごくこう頑張りすぎてしまうのかもしれないですね。すごく自分の力をもうフルに使いますとかその人のためにもう精一杯やりますみたいな感じがあり、これすごく素晴らしいことなんですけど、自分を犠牲にしてまで抱え込みすぎないでくださいねっていうものあります。でそれとやっぱりここでソードのエースの逆が出ているので、こうものすごくこう知恵を使ってどう言えば分かってもらえるだろうかとか、相手に傷つけないようにどうやって伝えようかとか、もしかしたらいろいろ考えるかもしれません。ここでもすごく考えてるんですね。情報を駆使して考えてるんですね。でもなんか小手先の技術っていうよりもこう獅子座さんが持ってる明るさだったり人柄だったりなんかエネルギーそのものでいいんだよっていう感じがして、無理に頑張ってなんか合わせるとかじゃなくて、その無理に頑張って合わせるっていうのはもうやめていいよっていう感じがしますね。もう分かってる人は分かってるというか、なんか小手先で頑張ってるからその人がどうこうではなく、その獅子座さんそのもののエネルギーとして他の人は認めてませんかみたいな感じです。その自分の中にある優しさや思いやりやこうケアしてあげる気持ちっていうものが十分周りの人に届いてますよっていう感じがするんですね。ですから何をやめなきゃいけないのかっていうのがね、ちょっと見てみましょうか。ちょっとこっちにしよう。古い時代は終わったっていうねカードですからね。ですわ。昔の自分はもういないみたいな感じですかね。はい、女教皇が出てます。ソードのページまた出ましたね、同じやつが。はい、カップ5の逆ということで、これはちょっとしたね考え方の癖でしょうね。
どうしてもこう自分への自己批判が強かったりとか、もっとこうすべきだみたいな思いが自分で自分を縛ってるみたいなことがやっぱりあるのかもしれません。ただカードで見るといやいやもう十分分かってるじゃないですかみたいなねこうすごく直感力もあるし、本当は自分のその直感では分かってるよみたいな、それ届いてますよねっていうのがあり、それを使ってやれば間違いなんか何もないんだよっていうところで、なおかつ 100% 白っていうのはないですよね。何でも白を認識するには黒があるから白って分かるみたいな感じじゃないですか。なのでもしカップの5って言って感情的にその 100% 満たされることをずっと願っていると厳しいかもしれないけれど、多少ちょっと苦手なこととか嫌なこととか落ち込むことがあるからこそ楽しい日が輝いたりとか、今の自分でいいんだと思えたりっていうのがあるので、そういう人生の波っていうものも楽しんでねっていう感じがしたんです。そしてここで自分の中で終えるものっていうのが、これはもうなんかすでに提示されてる感じがするんですね。っていうのは過去で少し前に届いた何か嬉しいこととかやりがいとかエネルギーとか、何かここで出てる太陽っていうものが何なのかによるんですけど、それによってもうこれは終わりますよっていうふうに言われてます。もうおそらくもう女教皇も出てますし、本当は分かっている。でもそれをやめるっていうのが怖いだとか、ちょっと気になってるとかっていうのがあるけれど、どの決断をしたところで獅子座さんの、尊厳は守られているっていうか、価値は失われていないっていうのがあり、なおかつ気持ち的にもすっきりに次に行けますよっていうふうに出ているので、ちょっと迷ってるのかなって感じはありますが、できる気がします。迷ってたとしても進めます。応援部隊がいっぱいあるから。なんか仲間なのか、応援してる人たちなのか、愛してくれる人たちなのか、何かそういう家族なのか、何かそういう人たちがいるから迷っていたとしてもできるっていう感じがしますね。はい、ちょっとオラクル見てみますね。はい、ペンタクスの6の逆ということで、今はまだはっきりとしたその結果みたいなものを自分では見えにくいのかもしれません。でもソードのエースも出てますし、フールの逆も出てますし、いいんだよって、戦っていいし結局勝利だし、全ては丸く収まるよみたいな感じがしたので、自分が起こす行動とか言うこととかそこまで気にしなくて大丈夫という感じです。もうそのもので勝負してください、獅子座さんのね。はい、ということでここまでにしておきます。もし何かしら良かったよとかちょっとでも参考になりましたっていう方はぜひいいねボタンやコメントで教えていただけると嬉しいです。では次また8月頭に次の動画をアップしたいと思います。今回も最後までご視聴ありがとうございました。いい時間をお過ごしください。失礼します。